はい、お疲れ様です。西玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今日話すのはですね、この記事トラレッスンとかね、僕がね、YouTube で無料で公開しているレッスン動画っていうのは、このね、フレームタイプの作品の作り方を教えてます。で、そこでね、全身を作っていくときに、弊害がちょっと起きてるんだけども、何が言いたいかっていうと、こう、ベースがあるじゃないですか。で、これは全身作品だから、後頭部がちゃんとついてる。で、こっちは、フレームタイプだから後頭部がないのね。で、これによって何が起きてるかっていうと、結構ね、いろんな人の添削を今してて、結構な頻度で起きてるなって思うのが、やっぱりね、このね、耳のつける位置が結構みんな間違ってる。間違ってるっていうのは、みんなが悪いんじゃなくて、僕のね、レッスン動画の中での解説がね、ちょっと言葉足らずなとこがいっぱいあって、僕のこのフレームを作るためのレッスン動画はあくまでもフレーム作品を作るための作り方だから、全身を作る時の作り方と若干違うところがあるのね。特に耳の付け方なんだけど、ちょっとね、そこの弊害が起きてるので、改めて全身作品を作ることを考えたこの後頭部がある作品の作り方のね、解説をしていきます。形の話をしてるんだけども、すごく重要な話なので、ぜひね、今回の動画しっかり見て、フレーム作品を作るんだっていう人も、今回の動画を見て、形を理解して、その上でね、作品作りの方にチャレンジをしてください。はい、それじゃあね、本編始まります。はい、それではここからね、なぜ猫顔のね、ベースを作るときに、この形にしなきゃいけないのかというね、解説をしていきます。まずはね、360度、しっかりとね、作品の形を見てみます。はい、作品をね、ぐるっと見渡してみて、実際にどういう形になっているのかっていうのがね、イメージできたと思います。それではここからは、なぜこの形になるのかというね、解説をしていきます。まず、猫の骨格の話をすると、こんな感じなんですよね。人間の頭蓋骨と違って、猫の頭蓋骨っていうのはこういう風にね、潰れた感じになるんですね。なので、正面から見たときに、少し潰れたような楕円形に見えるし、横から見てもこういう風に潰れたような楕円形になる。猫の顔が丸ではなくて楕円形だよって言ってるのはこういう意味です。それではね、正面を向いてる顔のね、形の解説をしていきます。で、ベースの形と猫の形をしっかり見てほしいんですね。このモデルの子を見て作ったベースではないので、若干のズレはありますけれども、この本物のね、モデルの子を線引きして、ベースにするならどんな形になるかっていうのをやってみると、こんなイメージになります。青いところをこういう風なイメージで見てほしいんですよね。目頭からこのひげ袋にかけて、こういう風に見てあげる。あとピンクのところは頬骨、この部分ですね。この部分。それと緑は輪郭の部分です。で、この点線あるじゃないですか、ここね。この点線。額の点線。ここは少しここがへこんでるんだよっていう場所です。この部分ですね。少しへこんでるというかね、平らになってる部分。そこを表しています。青い点線。この部分はよく動画で僕が爪で押し込んでニードルで刺してここをへこませる。この部分ですね。ここはへこんでる部分。そしてこの鼻の上の三角の部分。ここはへこんでるのではなくて鼻筋なので、そこもしっかりと意識しておいてあげる。明確なね、凹凸をつける必要はないんだけれども、こういう形になってるよっていうことをしっかりと自分の中で意識しておくっていうことです。で、このシルエットをそのまま作品の方に反映するとこんな感じですね。このモデルの子に合わせているので若干のズレはありますけど、ほぼほぼイメージ合うのが分かりますか。ここからこういう風にひげ袋のラインがあって、ここをへこませている部分で鼻筋の部分があるんだよっていう意識の部分ですね。と頬骨をしっかりと張り出すように作ってあげる。あとは輪郭ね、しっかりと作ってあげることでこういう形になるんです。正面からだけだと分かりにくいので、角度を変えてね、この画面でもねちょっと説明をしていきます。これもね同じようにこの顔をイメージして、で作品とどう合っているのかっていうところを見ていきます。線引きするとこんな感じです。先ほどと同じ青い部分は上まぶたからこのひげ袋のライン、ここのイメージと、
ピンクは頬骨、そして緑は輪郭。ここね、しっかりと顎関節、エラの部分をしっかり作ってあげてる。で、実際はこうやって耳があるんだけど、耳がなかったらっていう仮定をして、ここにしっかり耳がない、その奥に見えてる部分をね、ここは表現をしています。これをね、作品の方に表してあげるとこうなります。ほぼほぼ合ってますよね。ほとんど合ってる。で、この形が重要なんですよ。で、僕がよく言ってる耳の土台っていうのはこの部分にあたります。この部分。言ってみれば頭のその横の張り出しなんで8の部分ですね。8。ここを、言い方が僕は耳の土台って言ってるんですけど、要は8の部分です。で、ここをしっかり作ってあげることで耳を自由な角度でつけれるようになるっていうところですね。はい、同じようにね、次真横から解説をしていきます。これにね、線を描くとこんな感じですね。これも考え方は一緒です。で、特にここの点線、ここの部分がこの部分、目の上の側頭部の部分ですね。ここが少し平らになる。要すればほんのうっすらへこむような形になります。で、これを作品にね、線を転用するとこんな感じになりますね。で、これはね、ちょっとね、青い部分があまりにもちょっとズレが大きかったので、作品に合わせて描き直しています。でも、考え方は一緒ですね。こういう風にひげ袋のラインにつながっていく。鼻筋と下顎。で、ピンクの部分は頬骨。そして輪郭。で、ここが大事です。横から見たときは、みんなここ遠慮して作らないけど、ここの顎関節、エラの部分、ここをしっかりと明確に作ってあげることが大事です。なぜ顎のラインを明確に作らなきゃいけないかというと、耳のつけるポイントがわからなくなるからです。こうやって顎関節をしっかりつけることで、耳をどこにつけなきゃいけないのかっていうのが見えてくるんですね。で、この3点、これがね、耳をつけるポイントです。で、どういうことかというと、耳の外側の付け根は、この顎関節の真上とは言わないけど、その顎関節の上付近ですね。これはちょっとその子によって前後するかもしれません。で、この内側の耳の付け根っていうのは、外側よりもやや前になるくらい。若干ですよ。で、あとは正面から見たとき、その耳の付け根っていうのは、ここですね。ここの耳の付け根っていうのは、その子によってここのね、間隔狭い子もいるし、広い子もいるし、それはね、個体差を見て判断してやってください。基本的な耳の付ける位置っていうのは、もうとにかくここなんですね。この3点。で、後ろが重要で、実はかなりね、奥行きあるんですね。もうほぼ後頭部にそのままつながるぐらいの位置。ここが正しい位置です。ここ。なんだけど、結構多くの人がこの耳をしっかり作ることができないですね。で、これね、なぜかっていうとね、ちょっとね、僕のレッスン動画にちょっと問題があってですね、僕のレッスン動画、額縁に入れるフレームタイプの作品です。で、何が起きてるかっていうと、こっちの図のように、後頭部がない作品なので、この作品の奥行きが作れないんですね。で、作れないと何が起きるかっていうと、耳を装着するスペースが取れないんですよ。なので、耳の奥行きが取れないから、薄っぺらい耳になってしまうんですね。で、実際に僕のレッスン動画は、フレーム作品を作るためのレッスン動画だから、耳の作り方が薄めに作る作り方なんですよ。これがね、ちょっと全身を作ったことない人が、このやり方で全て全身にしようとしてしまうと、この耳の付け根問題がちょっと発生してしまうっていうことが今ね、ちょっとね、起きてます。で、多くの人のね、作品で添削して、ほとんどの確率でこれが起きてるなっていうところで、中にはね、しっかりと作品の奥行き、フレームタイプでも、ここまでしっかり作ってる人、そういう人はね、しっかり正しく作れるんですよ。だからうまく作れてる人は、この奥行きが、ここぐらいまで作れてる作品になってるっていうところなんですね。で、うまく作れない人は、この厚さが足りない、ここの作品の。それだと耳も薄くなるので、おのずと場所がないから、すごい前に耳がついてしまったりして、バランスが悪くなってるんで、そういうことがね、起きてます。はい、この作品はね、この前 YouTube で紹介したね、生徒さんの作品なんだけど、これね、うまくいってるのは、しっかりとやっぱり奥行きがあるからなんです。なので、正しい位置に耳を装着することができてるから、正面から見ても自然だし、斜めから見てもしっかりとした作品に仕上がってるんですね。あともう一つね、奥行きの他に結構みんなが陥っている問題が、この額の部分のこ
この形ですね。極端にこの辺をね、へこませすぎたりとかしたりしてるので、イメージはへこませるんじゃないんですよね。目の上から、この辺から形的には、こういう風に、なんていうか、かさ型というか、真ん中はね、平らで、こういう風に下がるようなイメージ。こういう風に下がっていくようなイメージですね。こういう風に下がってるイメージ、ここが。で、耳の土台というか、この頭の鉢の部分ですね、この部分。この部分になると、少しずつこう高くなっていくっていう感じですね。ここの高さは変わらないんだけど、真ん中は高さというか、ここはね、あんまりそのまままっすぐ行くような感じ変わらないんだけど、横の上がり方はそんな感じです。そんな風なイメージでいてくれると、この額の作り方もそんなに難しいものじゃなくなるんじゃないかなと思います。ここね、カコンってこう思いっきりへこませなくていいです。ここはね、もうほんと平らな感じ。そういう風に見せるだけでいいです。最後にね、もう一つ。こうやってね、作品、ベースの段階でこの表面をどれだけ綺麗にするかっていうのはとても重要です。で、これなぜかというと、この表面を綺麗にする技術がないと細かい部分が作れないからです。で、これぐらい差し込んでください。仕上げ針、細針、もしくは極細針で、こうやって細かく同じ箇所をもうちょんづきでいいです。ほんと先端、深く刺すのではなくて先端を使って何度も何度もしつこく刺してください。もうこれ以上ね、刺す箇所がないんじゃないかっていう、隙間が開かないんじゃないかっていうくらい、それぐらいの意識でね、全面をね、綺麗にね、何度も何度も刺してください。できれば極細針で。そうすると表面が綺麗に固まっていくし、締め込んでいくことができます。で、密度が濃くギュッとしたね、作品ができます。だけどこれを深く刺しすぎちゃうと、中の方で繊維がボロボロになってしまって、固まるのを通り越して、もうぐさぐさになってしまって、逆に固まらなくなってしまう、繊維崩壊が起きてしまうので、深く刺すのは要注意です。もちろんね、表面も刺しすぎは良くないんだけど、でもある程度しっかりと締まり込んでくる、密度が濃くなってくるぐらい、それぐらいまではこのちょんづきでしっかりと締め込んであげると、こういう風に綺麗になります。はい、それではね、最後にもう一度しっかりとね、完成したベースの形、これをね、360度いろんな角度から見てイメージアップを図ってください。今見たらね、ここがなぜそういう形になっているのかっていうのはね、さっきの解説をね、もう一度思い出しながらね、あ、ここがへこんでるんだな、ここは膨らませるんだなっていう観点を持ってしっかり見てください。はい、というわけでね、とにかく作品を作るには完成形のイメージがね、できていることが大事です。で、この完成形のイメージをするためには、なぜここはこういう風にしなきゃいけないのかっていうその理由をしっかりと自分で納得できてないと絶対にイメージできないんですね。だから何度もこの動画を見て、あるいは他のね、解説動画だったりレッスン動画、そういったものを繰り返し見て、だからここはこうしなきゃいけないんだっていう、そこの理由をね、はっきりとね、理解をしてください。で、分からなければね、どんどん質問をしてください。とにかくイメージできないことは絶対に人間は形にすることはできません。なのでしっかりとイメージをする。イメージをするためになぜそうなのかというそこの理由をしっかりと知る、追求する。それをね、やりながら作品を作ってみてください。はい、頑張ってください。はい、というわけでね、今回はしっかりとね、ベースの形を理解をしようというね、話をしました。で、この動画ね、ほんとね、
自分で納得できるようになるまで何度もね、見返してください。で、この動画だけじゃなく、他にもね、これまでに解説している動画はたくさんあるので、いろんな動画を見て、なぜこの形はこういう風に作らなきゃいけないのかっていうところで納得して、で、しっかりとイメージアップを図ってね、作品を作るようにしてください。動画の中でも言ってたけども、ほんとね、イメージできてないことを形にすることって絶対できないから。まずしっかりと納得をして、そしてイメージアップを図るっていうこの順番をしっかりね、大事にしてほしいかなと思います。はい、そんなところでね、今回の話は終わります。ためになったなと思ったらね、ぜひね、チャンネル登録してね、いいねボタン。ほんとね、わからないことね、たくさんね、質問をしてください。はい、それじゃあまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。